一層式の窯っていうんですからね。その窯でずっと続けて、まあ85年ぐらいですかね、ずっと続けてやってるんですけど、でこのバーナーでこれはね、ジャンパーって言いまして、窯温度が昔薪でやってたんですけれども、空気取りなんですよ。薪の炎で空気を取って、それで空気で燃やして薪を変えれたんで、はい、あんまりね見ないですけどね、一層式の窯ならではのこういう機能。これはサルタナレーズンとくるみの入った天然酵母の田舎パンなんですけど、バゲットカンパーニュもになります。
これ生イーストですね。これバターです。今から混ぜていきます。だいたいもう30分ぐらい、ずっとこれ繰り返して、完成ですね、生地は。いや、これでも全然ちょっと力足りないなって毎日思って。もっと力あったら多分楽なんですけどね。あ、そうです。もう大学卒業してすぐ、ここで働き出して、今年4年目になります。まあ、ちっちゃい頃からずっと、おじいちゃんとお父さんのこういうパン作ってる姿を見てたんで、僕もやりたいなと思って、大学卒業してすぐ働こうって決めましたんですけど。最初、こう、粉と水混ぜるときに、やっぱりちょっと硬さの差が場所によって出るっていうか、で、それを、均一にするために一個一個の生地3個に分けて伸ばしていって、で、伸ばして重ねたら、だいたいこう層になって、で、また次もう一回やるときも、これ何回繰り返すんですけど、それで全部の生地の硬さが均等になっていって、これなんでこのタイミングで追いバターなんですか？これ最後に一旦生地もう一回、4回やって練り上がって、で、これちょっと乾燥を防ぐためってことで、表面のツヤとか、乾燥しないように。いや、もう本当に慣れだと思います。もう僕もずっと、大学生の頃からずっと、もうおじいちゃんの真似をと
もうずっと見よう見まねでずっとやってたら、もう最初はこういうの全然もうブチ切れたり途中で生地がするんですけど、もう回数重ねていくうちになんかこういうちょっとプリッとした綺麗な生地ができるようになってきて、93。もうあと5日で93になるんです。まあ楽させてもらってますからね。あれがファンで言ってくれますし、他の力仕事は僕と上の息子がやってくれますし、あとはこういう小物ですかね。それと管理みたいなことですか。うん。なのでそれは割と大事なんです。うん。でその人によって温度湿度作る量とか仕込みの量とかそんなことが全部種類で違いますので、それを大雑把ですけど頭叩くことがあって間違いが起こりやすい。潰しね。もう動か。この中に発生しているガスを一回全部抜いて、でまた新しいガスがどんどん湧いてくるので、一回潰してまた大きくなって潰してまた大きくなって繰り返して、だいたいあと40分後ぐらいにこの台の上に上げれるように、まあ、生地の様子見ながら潰してを繰り返して上げていくっていう作業です。とに関しては目安で言ったら9時までには絶対上がってないとダメなんで、まあ、それまでに上げれるように調整してやってます。
聞いといて。えまあね、あんまり生地を傷めないようにね、なんかこう優しくこう丁寧にね、もう早くはないんですけど、丁寧に扱ってやれば生地も答えてくれますからね。ミキサーで練ったものと、こうやって手で練って、一生懸命力入れて、練ったものとの差っていうのがね、かなり大きいんです。力ではダメなので、なんかコツがあるんですよね。力だけじゃダメなんですね。手に感じる力と、大きさと、この深さ、これまでも関係してくるんで、それを機械に任せてしまうというのは僕は取らないですね。生き物みたいな感じがするんですよね。どん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 難しい。逆に。機械で見ると、指示の通りに機械は自分で動くんですけど、酌量してないんです。そこで必要なのは、一番必要なのは優しさなんです。それはね、やってると分かりますよ。それを実にうまくこう利用するというのがこれ経営だと思うんですね。どうしてもうまくいかないときは、やっぱり原点に変える意味で、手作業をね、やってみる必要というのに必ず勉強になるんだと僕は思いますね。まあ、それになるまでにやっぱり40年かかるんですね。僕はそう思ってます。なんで上にかけるんですか？上手はね、ちょっと強いんですよ。ちょっと弱めるために。電話予約の受付をしています。はい。ありがとうございます。失礼いたします。なんで、ここはね、このぐらいになってます。穴開いとんですよ。
でここでパンの膨らみとか色とか焼き加減を見て、頃合いをいい頃に出すんです。はい、かしこまりました。では、西から50をお渡しとなります。はい、ご了承とお願いします。また薪があればまたやりたいなと思ってるんですよね。薪で。ちょっとすすが飛んだりしてね、近所にご迷惑かかったんですよ。洗濯物についたりとかいろいろあって。だから、あれでちょっと、まあ、できなくなりましたよ。バケットをかけてるので、あ、そう。はい。毎日そのみんなの人の、まあ、人っていうか家族のことを見てやってますし、向こうも見るしこっちも見るしいうことで、覚えてるか知らない間に覚えてることもあるんでしょうけど、別にまあ親子ですし一生懸命やることだけですけどね。原点ですか。手仕込みです。できるだけ人間の手で作ってやりたいと思うんだ。それはね、古いっていう人もおるし、もっとその能率を上げなあかんやないかと作っていくのはいいんですよ。いいですけど、なんか人ってね、やっぱり開花していくたびに大事なことを忘れていくんです。だからこれでもそうでしょ。こうやって置いていくんですよ。置いてるだけなの。これまた味をつけて生きるわけです。機械でこれ丸めてしまうと身も蓋もないな。僕はそう思うんですよ。だから僕は電気屋やったんです、もともと。で、なんとかもうちょっと便利にきれいに早く
作れたらいいのになという親父から引き継いだ時はそれをまず考えましたけど、もう明らかに間違いです。やっぱり人間が作るからパンなんです。人間が以外の人が作るものが作るのはパンじゃないですよ、本来の。僕はそういうふうに理解しません。だからなんで機械化せえへんねんと言われたこともあるけど、どうでしょう、機械化していくために大事なものを忘れていってるような気がする。パンに限らないんですよ。何でもそう。パンなんか特にこれ人間の気合が入ってます。それがどんどんこう薄れていってるような気がする。機械化していくということは何らかの理由でたくさんこしらえる。それから機械化を省いていく。人件費もあるでしょう。いろんなことはそれは考えられますけど、それはね、その人たちに任せばいい。フロントはとにかくあくまでも手仕込みでこの窯の焼き方でやっていくというのが基本です。ただ人間欲がありますからそれからたくさんこしらえてたくさんあるってたくさん儲けるというのが商売の基本ですから、それ分からんでもないですよ。だけどそれよりもっと大事なものはなんか原点みたいなものそれが僕は守ってみたいと思って、これ一個一個にその作った焼いた人の魂が入っているはずなんです。薪の窯でも違いますもん。この窯からこのパンが焼けるんです。これはもう不思議です。わからない。いろんな人に聞いてみるけどね、科学じゃないです。それはやっぱり人間が作るからそうなるんであって、あるいはこの窯であるからそういうようなものが生まれてくるんであって、僕はそれでいいと思う。でないと面白くない。やっててもね。スレンスされてるので、カラフルができますが、スレンス1本